はい、時間は16時30分となりました。はい、後半はですね、エイジアンのコーナーでいきたいと思います。後半も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けております。メールアドレスは fm@761.jp、 ファックスは 0829310760 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではここからは栗林さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ご苦労様でした。本当に楽しい音楽をね聴かせてもらうんです。本日のゲストをですね、もう一度ご紹介をしたいと思います。尾本克明さんです。よろしくお願いします。後半もどうぞよろしくお願いします。もう一度自己紹介をですねお願いしたいと思いますが。はい、尾本克明と言います。私は広島で生まれて今廿日市に住んでますけども、多文化共生、まさにこの国際交流団体と同じような仕事をですね、この30年ぐらい広島に戻ってですね、やってます。今日はですね、外国人のですね、特に就労支援とかですね、私の今までの経験を踏まえて、皆さんと共有できたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや本当にね、尾本さんはもう何人かによらずね、私の先輩ですわ。年は若いだけど、やってることがねグローカルでね、そしてなかなか大きい仕事です。特にね若い時からやっておられたいうことでね一本取られました。それは大学時代からISEC という世界100カ国以上100以上の、ね、国と地域に支部を持って3万人以上の学生が入っている、そういう国際的な非営利組織ですね。そこに関わっておられた。で50年も前にね、その団体の広島委員会ができる時にも小野さんが活躍されたと伺ってるんです。なぜね小野さんはそんなに世界の若者のね、異文化体験というのを、後押しするということにね情熱を燃やされたのか。大学時代に戻ってどうもありがとうございます。もう本当に50年前ですよね。ちょうど私が大学の3年ぐらいの時に、私は地元のですね、その当時は広島商科大学という大学だったんですけども、その時に広島大学の学生と一緒にですね、ISEC という団体を、東京の方を中心にしているのを広島委員会で広島の大学が連合してそういった組織を作ろうと。で主な、内容は世界のインターンシップをですね、日本の学生は世界に行ってインターンシップを受けるから、世界の国から日本の企業でインターンシップをする、この国際交流が私の原点です。なるほどね、そういうことなんですね。大勢の学生がねおかげで行ったでしょうね。そうですね、今は広島大学中心に広島の各大が組織化されてて、それがなんとですね、ですから1973年に作りましたので、それこそ50年の歴史、52年の歴史が続いて、今もですね活躍されてるんですよね。そうですね、大きいじゃないですか、最初の一歩をね、そうやってね、学生時代にやるっていうのがちょっと生意気な素晴らしいな、思いますね。続いてるでしょう、仲間とね。そうですそうです、今もですから、今年もう 6月かな、7月にまた OB 会もやりましてね、何が一番良かったかって言ったらね、その組織が作った時の立ち上げた後もですね、皆さんがですね代々ずっと引きずってですね、それを継続して、そのことをやってたと。でそれやっぱり組織にね、一つの大学だけじゃないんですよ。なるほどね、連合してるんですよ。大学、修道大学とか広島大学とか経済大学、その大学が連合してるので、途絶えることがないですよね。そこが素晴らしいというふうに思います。そうですか、素晴らしいな。私ねそういったことを今初めて聞きましたが、私たちがなぜねそんなことを関心も使い歌うエイジャンもね、在住外国人、そして若い人たちの就労の場、居場所、その修学もあるんですかね、力入れたいと思うんです。避難民的な人が広島どんどん増えてきたんです。例えばミャンマーですね、4年前の軍のあれから、もうどうしてもね女性まで徴兵されてますから、どんどん若い人がですね国外出てます。広島になんと今ね1500人を超えるミャンマー人が来てます。それがね技能実習生もおりますけども、専門学校なんか行って日本語学びながらね、そして資格を取ろうとして
そしてアルバイトもしながらね自活してですねやってるんですね。そういう人たちがおります。若者の異文化体験という点ではね共通ですが、ちょっと場面違うんですけどね、何かご意見ありましたら教えてほしいですね。いや実はこの話今のミャンマーの方がですね、とっても増えてる。私実はですね、ミャンマーがそんなに増えてるのとかって思って調べてみるとですね、確かにそうなんですね。これまでは3年前まではですねベトナムの方がですね増えてたんですよね。それがですね今はミャンマーの方で、しかもミャンマーの方は大学とかね、専門学校というよりも働くというか、そちらの方の例えば広島でいうと介護実習生ですよね、そういう方がとても多くなっているというのがですね特徴的ですよね。で評判なんです。やっぱりミャンマーね、ビルマは仏教国で、そうですね、敬老の精神があってね、年寄りの介護をするのに、ね、そうです障害者のお手伝いもしてましたよ。日本語はとっても上手で、ミャンマーの国柄、今いろんな内部のですね、いろんな国難というか政情が不安ですけども、やっぱり海外に出て、特に女性たちが出れる環境、男性はなかなか難しいようですけども、そういう方がですね、日本の特に広島にもたくさん来ていただいているというようなことを、これはちょっと最近トピックですね。ありがとうございました。またその話後に続きます。それでは次How to 日本暮らし、これちょっと切り替えさせていただきます。いつもやってるんですけどね、廿日市市の広報からですね役立ちそうな情報をちょっと提供させていただきます。在住外国人の方、もう若い人からね年寄りまでもう本当に広がっていますので、この広報というのは貴重な存在なんですね。もうただで各家庭に配られてるんですから、これをね、確かに日本語で漢字で書かれてるからポイッとこうするか分かりませんが、ぜひぜひね、この一番裏にはね音声でやってるというホームページの見方も見てます。ちょっとポイント2つだけ。1つはですね、この2ページ目3ページ目にですね子どもが主役の町廿日市というテーマなんですけど、外国人ってね日本に来られて一番心配してるのはね、妊娠した時、女の人はねもう妊娠した、これどうしよう、病院とか言葉通じるだろうか、そういう不安がねもうどんな人でも感じてるらしいんですよ。そういう時にここにはどういう相談窓口がありますよ、子育て応援室とかねいろいろあるんです。アイプラザというのがねありますからね、アイプラザってご存知かね、市役所に近いんです。そこへねぜひ寄ってください。そして子供が生まれた後もね医療それからいろんなことでね健康診断とかねありますが、そういったこともねもう本当に一目で分かるように書かれてます。で分かりにくければそういう子育ての応援室とかね子ども課というのがありますから、ね、ぜひ行ってください。もう一つ2点目、これがですねポーンと離れてるんですが18ページです。後ろの方にありましてね、これは目立たないですが一番下にあります。この実は廿日市生活支援センターというのがやっぱ同じようにアイプラザにあるんですね。そこで経済的なことでね生活に不安を感じた時に外国人まず行くのはねそこ、どういうことかいうとね、自立相談の窓口があります。本当にね困った時はそこへ相談に行ってください。そしてそこから A ちゃんに振ってもらうこともありまして、私もそこと連携しながらやってます。今ね仕事がね途端に切れたり、そしてもうトリプルワークなんかしてますんでね、場所が変わってくるともう住居も変えなきゃとかね、家主から追い出されるとかいろんなことで住居の確保というので、ね、困ってる人もいます。住居、確保の給付金があるんですよ。1人だったら、ね、上限3万5千円で3ヶ月ですけども、その住民票をとにかく廿日市にやっぱり提示をするという方であってですね、そして一時そういう生活困難という時にここ相談してください。そしてフードバンクもありまして、大手のね廿日市のそういったスーパーが提供しておるものをね備蓄食あります。そういったこともここで相談できます。以上が私が今回ぜひご紹介したいと思ったことなんです。何かこれについて
ございますか、気になることとにかく話されたようにすぐねここら辺はですねこの FM 廿日市の周りにですね、市役所もあれば、子育てセンターもありますし、ハローワークもまあ近いですし、あと、エイジアンもありますし、うちの国際交流協会外国人相談センターもありますので、もうワンストップで駅前でですね歩いて行ける距離で外国人の方々をですね、やっぱりサポートできるっていうのがね、一番の強みかと思っています。もうとにかくね、廿日市今までになく国際交流協会に外国人相談センターができたのでね、まずはそこへ行って相談すると、ここに今センター長がおられますので、ね、あとは駅からすぐ降りたらねJR 駅前にエイジアンの私の方もあります。ピンポンしてね、とりあえずね廿日市市は本当今から伸びますよ、本当に。こじんまりとねまとまった町ですんでね、もう経済産業商工会議所であろうが社協であろう福祉のねところであろうが、市役所であろうがポーッとこうぐるっと回っていけて、ね、小本さんのおっしゃった通りちょうどですね候補の裏にあるんですけど、廿日市市とですね、今東広島市がですね、両方とも人口が増えてるんですね。珍しいんです、県内ではね。まあそれを魅力の一つにエイジャンがありますね。ちょっとそれはいいですけどでもね最後のねやっぱり隣人として向き合うという姿勢がねぜひ必要だなと思いますんでね、まあそういう意味でもね私は避難民というの一番ねもう厳しい環境におられる人に隣人としてね最低限度のお付き合いをしようと思います。で次がですね、エイジャンの行事と SNS の放送にちょっと移らせていただくわけなんですけど、まあ、これあとゲストの小本さんからもお話を伺いたいし萩間さんからも伺いたいと思いますけども、実は今月6月の、ね、最後の金土日つまり27、28、29の3日間ですね、これ広島市内、旧日本銀行広島支店というのがあるんですけどね、そこでやってる、広島市民、平和の集いというのがもうこれ39回になるんですね。ありがとうございます。大きいのがこれでございますからこれをぜひぜひ移してくださいね。そこへエイジャン出展してます。ただ展示しているだけじゃないんです。被爆の写真等ももちろん展示しておりますけどもね、多文化共生という意味でね、いろんな国の人たちと廿日市そして広島の市民がねどのように付き合っているかということ、それもありますし、で別室で被爆体験もやってますけれども、今萩間さんがしきりにやっていただいたそういう各団体のねいろいろな要約してね国際交流やってる各団体の要約した AI でそういうあるいはテーマソングですね、こんなこともねそこでやれるし、でちょっと覗いてもらったらいっぺんSNS のね体験をしてほしいんです。 SNS で YouTube で自分でちょっとやってみてそういうのを、ね、体験してもらったらありがたいなと思います。やっぱり人に知ってもらえないとねやってることが、ね、広島のいろんなボランティアグループいっぱいあるんですけどね、どんどん実は潰れてるんですよ。やっぱり事務局長が急死されたりとかね、理事長が病気になったとかね、部屋が使えなくなった、それだけで続かなくなる。これはねいかにも寂しいですよ。だからなんとかねそれを支えずるそういうふうな共通のね情報、あるいは専門家のね力をねいただきたいと思ってます。そのようなことでやってます。そろそろねここでもう時間早いかもわかりませんが、私は小本さんにですねリクエスト曲これをご紹介していただきたいと思うんです。ブループラネットと、これはどんな曲なんでしょうか。ありがとうございます。この曲はですね、邦題はですね美しき青い地球星っていうことでですね、地球環境の、将来を憂いて、た曲で、私が学生時代にですね、とてもその後有名になった木本泉さんという方がいらっしゃる。この方はジャズ歌手なんですけども、広島に戻られて、で今日本の古いですね笙とか七力とかという日本の古代の雅楽とですね、西洋音楽のピアノとかを含めてですね、作ったですね、もう本当世界でそういった意味では初めて、こういった曲をですねまさに多文化を融合した曲です。美しき青い星、という曲です。英語版もありますけども、今日は日本語版で聴いていただければと思います。楽しみです。よろしくお願いします。
風光る春の小道を歩いた小さな私をそっと握った手のぬくもり、暑い夏の空、南風となって大人になった私を見守ってくれたね。秋の日は寂しくてただ遠い海を見ていた。木枯らし吹く冬の日、あなたはどこへ見えない。春の風、夏の空、秋の海、冬の星、かけがえのない美しい青い星、あなたを守りたい。いつの日もそばにいて幸せをもらってた。大切なそのぬくもりを少しも気づかずにいた。広島でええじゃん。はい、いや本当ね素敵なね歌でね最後まで聞きたかったですけども、またね私ゲストいろんなイベントごとにねぜひぜひこの曲は流させていただきますので、ありがとうございます、ありがたいですね。英語のバージョンもねそうですね、英語バージョンもありますし、その動画としてですね、外国の方にですね見ていただければですね、見てね、涙流す人もねいたということで、宮島とですね原爆いわゆる慰霊碑ですね、そこを結びつけた映像になってますので、それがいい、世界の方に見ていただければと思います。さあここから本番なんですけどもね、ゲストの尾本さん、この先はもう大学時代の話をしましたが、ちょっとここへ来てですね2020年にですね一般社団法人グローカル人材ネットワークというのを立ち上げられたわけです。で私もそこから知って、すごいな活躍されている様子は知ってるんですけどね、その目的が元留学生というかね、留学生から就職転職そして創業しようとするそういう人たちのちょっとエンドレスみたいにサポートしたり研究したり対象しておられるこの5年間ですね、どういったことに感じておられるのかね、いろんな休眠預金など活用事業もあったり先駆的な取り組みをしておられると思いますので、これをぜひね
教えていただき今後の課題としてね我々がエージャンとしても参考にさせていただければと思ってます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、2020年にですねこの一般社団グローカル人材を立ち上げました。それまではですね15年ぐらいで留学生のですね就職支援をですねずっとやってました。それは組織でいうと広島国際センターの中に留学生活躍支援センターというのがありまして、で産官学でですね作った団体なんですね。でそこで留学生に対するその就労支援をずっとしてまいりましたけども、年齢的に私もリタイアのところがあったので、2020年に退職をするにかけて、やっぱりそれをずっとですねこういった事業を自分でですね非営利で立ち上げて続けていきたいと、だから自分自身のライフキャリアの実現もあるし、留学生も就職する時の大学から外に出るその新卒採用としてされるところだけではなくて、彼らが卒業入社して例えば会社辞めたとか、母国に帰ったとか、あとはまたずっとライフに付き合っていきたいというようなことがありましてですね、こういう団体を作ったんですよ。なので一番のメインはですねやっぱり起業じゃないかと、要するに会社作ってもらってその会社を立ち上げてまた新たな人材を発掘できるようなそういうですねその組織を非営利事業でできたらと思いまして作りました。素晴らしいですね。本当にね、広島の活性化にもつながりますね、まさにね。はい。で運よくですね、コロナだったんですね、その時は2020年でコロナでですね、実は内閣府がですね、休眠預金といって、その銀行いわゆる助成金というか補助金がですね出たんですよ。それで300万350万ぐらいのお金をですねいただいて、それで組織化できたんですね。2年ぐらい続いたんですか2年間ぐらい続いて、でその当時7人の留学生、元留学生も含めて起業をですねずっと支援してきました。で例えばどんな内容かというと、例えばそうですね子どもたち、留学生が社会人になって子どもが生まれてるけど、子どもがですね、小学校とか幼稚園の授業についていけないとかっていう時の放課後支援に留学生、中国人留学生がですね、学校をして放課後教育みたいなのをしてですね、そういう企業をしてるとか、あとは留学ウズベキスタンの学生はですね、ウズベキスタン出身の学生は技能実習生で母国から来てる留学生、技能実習生の、支援をですねするために、母国に帰ってもその授業ができるようなするとかですね、要は技能実習生の持ってる本来の意味の、そういう意味で、彼らの、国での活躍をですね、ができるような仕組みを作るとかですね、いろんなことがあります。いろんなタイプの留学生がいました。中には介護システム、中国人は介護システムを、日本の介護システムを中国の高齢化に備えて中国に輸出したいとか、中国で介護システムをやりたいんだといういう学生も留学生、中国人留学生もいました。それを聞いてます。はい、インド人の留学生は、物の物流というか、中国からインドから、いろんな物流として、貢献したり、あとまた IT 人材をですね、広島とかに連れてきて、そこで支援して会社を、サポートするとかというような、そういう留学生もいました。はい。そういうことなんだな。初めてねトータルでお説明いただいてね、私も分かりました。もうとにかくお忙しそうでね、大変だなと思ったんですが、ただあれからもう5年経ったんですけど、結果的にはですね、起業ということでいうと、成功はしてないんですよ。要するにじゃあなぜ成功しないかって言ったら、日本でですね、外国人留学生が起業するときには、500万円の出資金がいるとかですね、従業員を2人とかですね、雇わないといけないとか、そういう意味でハードルが高いんですよ。なので留学生はやっぱりお金ないですし、やっぱりそこでやっぱり国とか、県とかですね、例えば立ち上げる時のスタートアップする時のプラス援助ですね、サポートしてもらうと
いうようなことをしないと独力でですね、事業を立ち上げるのは難しいですね。よく中国だと例えばラーメン店をやりたいからとか、インド人だったらインドカレーとか、そういうカレー店をやりたいっていうのは、向こうで働いてるその社会人とかがね、お金持ってきてやれる、そういう意味ではハンディキャップがありましたね。なるほどね。わかりました。もっと話をいろいろ聞きたいですけれど、そろそろですね、お時間となっておりました。またですね、ぜひですね、また機会がありましたらですね、お話を伺いたいと思いました。そうですね。はい、続編をですね。予行演習のつもりで。ありがとうございます。はい、それではですね、この放送はですね、アーカイブ動画にして YouTube チャンネル広島でエイジアンなどからお聞きいただけます。はい、次回もですね、来月第2火曜日の4時から放送しております。はい、本日はですね、国際交流協会コータと一般社団法人エイジャンの栗林と、はい、ゲストの、はい、一般社団法人グローカル人材ネットワークの尾本でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。地域の声に耳を傾け、共に育むこの場所で、トラブルだって乗り越えてゆこう。支え合う力が僕らの力。じゃん心を開